皆さんこんにちは、平手浩平です。今日はですね、もうこちら皆さん、おなじみでもありますけども、3号の GTR 今日は紹介していきたいなと思います。平田さんといえば GTR っていうイメージあるかなと思うんですけど、多分ちょくちょくいじってますよね。そうですね、ちょこちょこ手は入れてるんで、ファンの人も知らなかったりする部分もあったりするかもしれないんで、改めてね、どこら辺いじってるかっていうのをちょっと細かく皆さんにお見せできればなと思ってます。じゃあまずフロントですかね。フロント、僕の MY08 って初期型モデルなんですけど、初期型モデルでなんでデイライトついてるのとか気にならない？いや僕ね、あんま GTR で、細かい08何々っていうのがあんま分かんないんですよ。そう GTR って大きく3つ3種類あって、前期中期後期ってあるんですけど、で全部前期の中にも前期後期中期前期とかいろいろあって、もう紛らわしいんだけど、僕の3号は前期モデルで、バンパー自体は前期モデルを使ってるんだけど、中期以降に導入されたこのデイライト、デイライトを前期のバンパーくり抜いて入れてます。多分これやってる人日本でいないんじゃないかなって思うんですけど。あ、そうなんですね。はい、こういうカスタマイズね。そっか、08ヘッドライトも違いますもんね。そう、ヘッドライトも稲妻なんか入ってないじゃないですか。だからこれ後期っていうか24年モデルの要は稲妻ヘッドをこれも入れてるんで、これも純正品ですよね。だから見た目はパッと見は後期かなって思われるんですけど、いや実は前期バンパーにこういう中期でデイライトぶち込んだりとか、ちょっと赤いライン引いてね、こうニスモっぽくしてるのもあるんですけど、僕の動画めちゃくちゃ遡ってくれたらこれ娘と一緒にコロナ禍一緒に貼ってる動画とか出てくると思うんですけど、ちょっとやる気見せるようにケンフックね、あえてつけたりとかですね。一点気づいたとこ言っていいですか？はい。そこの多分どこですか？どこですか？どこですか？どこだ？赤のやつステッカー？ステッカー？デカール？デカール？ここかな？そう、ここね。よく見つけたね。去年の夏ね、ちょっとね、千葉県のね、房総半島の方にね、夜空を見に行った時に天の川見に行ったの。天の川を見に行ってめちゃくちゃ綺麗だなって帰りがけにちょっとぶつけちゃったんで。フロント周りはそんな感じですかね。その流れで言うと、タイヤは横浜タイヤの A05 に入ってます。でホイールはアドバンレーシング GT ね。でコッパーブロンズってなかなかちょっと珍しい色、ブロンズなんですけど、でブレーキはいつもお世話になってますプロミューさんの、これもノンダスト、ダストが出にくいパッドついてますね。ローターもそうですね、ローターもプロミューさんですかね。あとはこれですね、フロントのフェンダー、これニスモの N アタックのフェンダーになるんで、ここが唯一ニスモ製品ですかね。でこのルーフの流れでいうと、このフィンなんですけど、これワンオフで、作っていただいたものですね。ワンオフなんですね、これ。ワンオフですね。これよく聞かれるんですよ。これ平田さんどこで買いましたって。アマゾンで探したんですけどないですってよく言われるんですけど、これワンオフで作ったんでないです、アマゾンには。横からの見た目もかっこいいし、効果があるのないのって言われたらあんまり感じはしないですけど、一応こうね、整流してて、ちょうどこのリアウィングにこう当たるようになってるんで、一応効果はあるかな。ただ効果よりは僕は見た目重視で、つけてる感じですね。で前回りで言うとこれはもう動画 YouTube 最初の方にね、僕のマナ娘と一緒に塗りました。エンジンのね、カバーダーン、6年前か、2020年にこれ塗ったんですよ、ベランダで。コロナ禍で何もやることなかったからこれ外して塗ろうっていうことで缶スプレーで塗りました。すごくない？缶スプレーで塗った割には6年間耐久性もあるし、確かにちょっとここら辺がねちょっと溶けちゃってきてるけど、よく耐えてるなって感じ。エンジンは基本いじってないんでノーマルですね、僕のやつは。ワイパーはこれボッシュさんのボッシュ製のワイパーで、エアロワイパーっていうね、こうブレードがちょっとエアロっぽくなってるんですけど、このボッシュのエアロワイパー、これ実はかけるとむちゃくちゃ拭き取りがいいんですよ。でこれ GT500 と同じ GT500 も300も同じワイパー使ってるんで。あ、そうなんですか。GT ファンのマニアの人だったら、お、平田さんすごい同じのつけてるって思うと思います。このリアウィング自体はこれも純正です。あとはテールランプも、後期の純正にリングテールに変わってるのと、あとは日産のロゴが新しくなったんで、その時に日産のロゴ変えました。マフラーはアミューズさんの R1 チタン120杯なんで迫力ありますよね。ただこれも車検対応で、キャタライザーがサードの、キャタライザーついてて、結構乾いた甲高いいい音がするんで、これちょっと音聞いてみます？お願いします。かけた時の音はね比較的静かなんですけど、っていうようなね。もうちょっとね高速でバーンって回すといい音するんですけど、
リアのこのアンダーはトップシークレットさんのアンダーバンパーですかね。これ中期のバックフォークがつく感じなんで、ここも光りますね。はい、二回り中期でちょっと上が羽が24年後期みたいな感じで、まあ純正っぽさをそがさないような形でちょっと、まとめてるんで、内装いきますか。シートが、純正からブリットさんのね、シートに変わっていて、これはもうブリットさんに、お願いして作ってもらった僕モデルなんですけども、運転席と助手席でこのシートのねこのヘリの高さ違うんですけども、運転席はよりねこうなんですか G に耐えられるようにここのサイドの、ヘリが出てるバージョンで、助手席は乗り降りがしやすいような、はいモデルになってます。モデル名は、ゼータと、ジークで、内装もちょこちょこっとこうカーボンルックにこう見えてますけど、これもAmazon で買ったやつですはい、安いものだとほんと数千円から数百円のものまであったりとかするんでね、こことかね見てもらうとあれなんですけど、このボタン、これ本来ここにスタートボタンついてるんですけど、これもなんかミサイルっぽくランボーとかランボルギーニみたいなやつあるじゃないですかあってこうピッて開いてこう押すとね、そうなんかちょっと面白いかなと思ってこれも買ってつけました。これもアマゾンみたいな感じなんで、足回りはこれはブリッツさんのダンパー WZR ってやつで、DSC プラスってこう車内で減衰調整ができてて、今これ32段階あるうちの一番32って一番柔らかい仕様になってて、でこれ車内からこれダイヤル1個でポチッと押すと足回りがウィーンって音がするんですけど、結構音ウィーンってするじゃないですか。これで減衰調整車内からできるんで、32だとどれぐらいあれなんですか。08の前期モデルの純正の足回りよりちょっと柔らかいかなぐらいですかね。ちょっと柔らかいぐらいで、あとこのボディ全体にこれ実はこうプロテクションフィルム貼ってあるんですけど、キックンわかる？いやわかんないですね。こうプロテクションフィルムって大体こういうこの切り跡とかあるじゃないですか。こう切ってあるラインね、この縁とかにこれ一切ないんですよこの車。福島のバンデさんっていう車屋さんで SPPF ってスプレーペイントプロテクションフィルム、略して SPPF なんだけど、それを施工してあって、スプレーペイントなんでバーって吹きかけて切れ目がないっていうか全部に吹きかけるんで、めくろうと思ってもこう裏側から綺麗にめくらないとこうめくれない。バンデさんがやってるんでね、バンデさんありがとうございましたその説はありがとうございますはいということで、今回はね、僕のこの GTR、愛車紹介してきましたけども、今後はですね皆さんの、愛車も、この動画の中で紹介していけたらなと思ってますので、どしどしご応募していただければ嬉しいなと思ってます。ということで、今回の動画よかったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで皆さんリングス遊びに来てねじゃあねー。